皆さん、こんにちは。Speak Japanese Naturally ポッドキャストへようこそ。このポッドキャストでは、中級者、上級者向けに日本語や日本文化を紹介していきます。料理をしたり、運転をしたり、何かをしながら聞いてください。シャドーイングに使う場合には、音の高低、つまり音の上がり下がりにも注意してシャドーイングしてみてください。英語の字幕が見たい人は YouTube チャンネル Speak Japanese Naturally Podcast で設定から出すことができます。毎週木曜日夜7時更新です。ぜひチャンネル登録して聞いてみてください。さて、今日の最初の音楽がいつもと違う曲だったことに気づきましたか？今日はいろんな歌を流すので楽しみにしていてください。というのもですね、このエピソードが出るのは2月27日です。で、明日は2月28日で、明後日は3月1日です。3月1日は高校の卒業式がある日です。もちろんすべての高校が3月1日というわけではないんですが、全国的に見て大体の学校は、高校は3月1日のようです。私の住んでいる山梨県は、公立高校はすべて3月1日が卒業式です。公立高校というのは税金で建てられている学校で、私立の学校ではないものですね。で、小学校と中学校の卒業式はそれぞれの自治体、市や町とか村でね、結構違うんですけど、中学校は3月の2週目か3週目。小学校はその1週間後で3週目とか、遅いところだと4週目の可能性もあります。で、日本の卒業式っていうのは感動的にできているんですよ。卒業式は新しい世界への旅立ちの日でもあるんですが、別れの日でもあります。日本の卒業式はこの別れに焦点が当たっている気がします。日本の卒業式は大体ですね、体育館でします。パイプ椅子、折りたたみ椅子ですね、を並べて、前の方に子供たちが座って、後ろの方に親たちが座ります。で、子供たちはクラスごとに座って、もう座る場所が決まっています。でも親は自由です。で、卒業式では卒業生のスピーチ、それから在校生って言って、卒業しない子たちですね、のスピーチ、それから校長先生のスピーチなどがあって、それからメインは卒業証書の授与といって、その学校を卒業したっていう証明のその賞状みたいな、紙をですね、もらいます。で、今それが卒業証書の授与がメインだって言ったんですけど、でも実は多分一番記憶に残るのは合唱だと思うんです。合唱っていうのはみんなで歌を歌うことです。で、卒業式では生徒たちの合唱があります。皆さんが行っていた小学校とか中学校とか高校って校歌はありましたか？校歌っていうのは学校の校に歌って書きます。日本の学校では必ずと言っていいほどどの学校にも校歌があります。ない学校の方が珍しいぐらいです。で、その校歌には大体その土地にある山とか川とか自然が出てきて、それから昔の呼び方の地名とかが出てきて、で、学びの道に進むとか、強い心を養うとか、そんな感じの歌です。
で、卒業式ではそういう校歌も歌うんですが、それ以外に、卒業式にぴったりな感じの歌も歌います。だいたい感動的で、ちょっと悲しくて、でも前向きな歌です。ということで、もうすぐ卒業式の今日は、卒業式の歌というテーマで、卒業式でよく歌われる歌を実際に流しながら紹介します。定番の歌があるんです。定番っていうのは古くから人気があるものです。日本の学校を卒業した人の小中高の卒業式の記憶の一部をぜひ知ってください。ではまず古い歌から紹介します。聞いてください。仰げば尊し。この歌が初めて教科書に載ったのは1884年だそうです。あまりに古いので、この歌を歌う学校は今では少ないんじゃないかと思うんですが、卒業式の歌といえば、私の年代はこれが多分一番に頭に浮かぶかなと思います。歌詞の最初を見てみましょう。仰げば尊し我が師の恩、教えの庭にも早幾とせです。これは文語って言って古い書き言葉です。文章の文に言語の語で文語です。なので歌詞が現代の日本人にとってわかりにくいです。で、仰げば尊し我が師の恩は、思い返してみると本当に尊い私の先生のしてくださったことで、教えの庭にも早幾とせは、教えていただくようになってから早いものでもう何年も経ったという意味です。こういう感じで歌の中では、先生への感謝、友人への感謝、過ぎ去った日々への思い、そして立身出世といって社会的に認められるような地位について名声を上げられるように頑張ろうということが歌われます。仰げば尊しの尊し、これは尊いの、文語表現です。貴重であるとか価値があるという意味です。身分が高いという意味もあります。あまり日常用語ではなくて、ニュースとかで災害の話で尊い命が失われましたというような表現で、よく使われます。最近はスラングで推し、つまり、自分の応援しているアイドルとかゲームのキャラとかについて尊くて死にそうみたいな表現をしたりするようですね。それで調べていたら、仰げば尊しというタグがあることを知りました。これ死の部分に生きるとか死ぬの死という字を当ててます。尊すぎて死ぬをこの仰げば尊しという歌のタイトルとかけたわけですね。面白いですね。今回調べて分かったんですが、これ元は1871年にアメリカで出版された楽譜に載っていた曲だそうです。ずっと日本でも誰が作ったかわからない作者不詳の曲とされていたようなんですけど、2011年にそれが分かったそうです。ただ私ずっと日本の曲だと思っていました。あとそう思ってる人はすごく多いんじゃないかと思います。ところで今聴いてもらっている歌は、ジェード・
インさんという中国人の歌手の人が歌っています。で、この仰げば尊しはどのバージョンのを聞いてもらおうか悩んだんですが、この方のが一番綺麗だったのでこれにしました。発音も本当に綺麗です。で、最初に言った通り、この曲を歌う学校はあまり多くなさそうなんですが、ドラマの卒業式のシーンなどで使われたりして、卒業式というとこの曲を思い浮かべる人が多いので、最初の1曲目はこれにしました。では次の曲です。今卒業式といえばこの曲なんじゃないかなと思います。聞いてください。レミオロメンの3月9日。流れる季節の真ん中でふと日の長さを感じます。せわしく過ぎる日々の中に私とあなたで夢を描く3月。私この曲を娘の育休中によく聴いていました。育休っていうのは育てるに休むと書きます。子供を産む時のお休みが産休で、生まれた後は育休と言います。私の育休は1年半ぐらいでした。で、娘の生まれる予定日の1ヶ月ぐらい前から休んで、生まれた年の次の4月に保育園に入れて、その時から会社に復帰しました。で、産休育休中は私の親の近くに住んでいました。で、この曲を聴くと娘を車に乗せて近所のスーパーに行ったりなんかしていた、そんな風景が頭に浮かびます。育休中は毎日時間がゆっくり流れていました。私はそれまで学生の時は次はテストがいつある。で、会社員になってからは次の締め切りはいつという感じで、常に何かがあって、それまでにやらなきゃっていう焦りの中で生きていたってことに育休中に気づきました。ちょっと今から歌詞を聞いてください。砂ぼこり運ぶつむじ風、洗濯物に絡まりますが、昼前の空の白い月はなんだか綺麗で見とれました。この風景が浮かびますか？砂ぼこりっていうのは地面の砂が埃のように上に舞い上がることですね。で、つむじ風っていうのはくるくる回る風です。つむじってくるくるしてるもので、頭のてっぺん、頭の真ん中に毛が生えてる方向に向かってくるくるしてるのがあるの分かりますか？これ頭のつむじって言います。で、つむじ風っていうのはそういうくるくる回る風ですね。洗濯物に絡まるっていうのは洗濯物につくってことですね。日本では洗濯物は外に干します。最近は乾燥機を使う人も多いですが、外に干す人の方が多いんじゃないかなって思います。私は花粉症なんで、外に干すと花粉がつくから外には干せないんですが、干せるなら外でお日様の太陽の下で干した方が絶対いいなっていう気がしちゃうんですよね。
服も傷まないし、余計なエネルギーも使わないですしね。で、そういう選択をしている日常の風景があって、そこにさらに昼前の空の白い月という言葉が来るんですよ。昼の白い月は皆さんも見たことがありますよね。で、外で洗濯を干していて、空を見たら白い月が出ていて見とれたんですね。見とれるっていうのは綺麗だったり可愛かったりするんで、思わずぼーっと見ちゃうっていう感じです。で、昼前の時間に洗濯を干すって会社勤めをしていると実はできないことなんですよね。洗濯は夜か朝か夜しないとなので。で、昼前に洗濯を干している時点で時間とか気持ちに余裕があって、白い月に見とれる余裕があるんですよね。そのゆったりした感じがすごく好きです。で、その次のフレーズが、うまくはいかぬこともあるけれど、天を仰げばそれさえ小さくてです。で、うまくいかないこともあるけど、天は空ですね。空を見れば、この仰げばっていうのは、さっきの仰げば尊しなんですけど、仰げばの基本的な意味は上を見上げるってことです。だから、空を見ると、その自分の気にしてることは小さいんだ。だから頑張ろうってことですね。で、これすごく特徴的なのが歌詞がですますなんです。普通歌はですますじゃないものが多いですね。でもこれはですますなので、丁寧に相手に話しかけている感じがします。例えば、こんな歌詞があります。瞳を閉じれば、あなたがまぶたの裏にいることで、どれほど強くなれたでしょう。あなたにとって私もそうでありたい。瞳というのは目の詩的な表現です。目を閉じてあなたの姿を想像したら強くなれた。だからそういう存在に私もなりたいって言ってるんですよね。あなたが私を支えてくれているように、私もあなたを支えたいっていうことですね。愛ですね。すごくいいです。で、今の部分の最後、あなたにとって私もそうでありたい。ここにはですがないですね。で、最後は自分に言い聞かせている気がします。逆にこれにですってあったら変な気がします。もう全部歌の歌詞じゃないみたいですね。で、今聴いてもらっているのは合唱じゃないんですが、卒業式で歌うときは合唱です。今高校生の息子の中学の卒業式はちょうど3月9日でした。で、歌とぴったりじゃんってびっくりしました。ただこの歌自体は、友達の結婚式のために作ったんだそうです。結婚式がサンキューの日なんだ。サンキューって日本語風なありがとうですよね。それで3月9日っていうタイトルにしたそうです。で、それがなぜ卒業式の歌になったかなんですが、さっきも言った通り、ちょうど卒業式のシーズンと重なるんですよね。だから時期的にぴったりだったのと、内容も卒業にぴったりだったんです。この歌の歌詞はこれまでのことを語りながら、これからの将来の希望を感じられるようになっています。卒業も同じで、卒業した後には新しい未来が待っています。だからちょうどぴったりだったんですね。瞳を閉じればあなたがまぶたの裏にいることで、どれほど強くなれたでしょう。あなたにとって私もそうでありたい。
次の歌行きましょう。次はこれです。聞いてください。エール。私は今どこにあるのと踏みしめた足跡を何度も見つめ返す枯葉を抱き秋めく窓辺にかじかんだ指先で夢を描いた。これは生き物係というグループの曲ですが、聴いてもらっているのは合唱バージョンです。この歌は下の息子の保育園の卒園式で、息子たちが歌いました。保育園は小学校に入る前の子どもたちが行くところです。保育園なので卒園式と言います。で、この歌のタイトルはアルファベットで YELL って書きます。これを英語読みすれば、yell で英語で怒鳴るって意味ですよね。なので私は最初この歌のタイトルを見たとき、怒鳴るってどういう歌なんだろうなって思ったんです。で、その後日本語の音として、エールって聞いたときに、その歌かって分かったんですけど、エールっていうのは日本語で応援という意味で、例えばエールを送るなどのように使います。エールを送るっていうのは、頑張ってとかって応援することです。日本でアルファベットで書かれているものっていろいろあるんですけど、それらは日本語発音で読みます。そうするとyell はエールなんですね。びっくりしました。ちょっと歌詞を見てみましょう。さよならは悲しい言葉じゃない。それぞれの夢へと僕らをつなぐエール、共に過ごした日々を胸に抱いて飛び立つよ一人で次の空へ。はい。これ、画面を見ていた人は気づいたかもしれないんですが、今の最後の部分、次の空への次は、未来っていう漢字を書いて、次って読ませていました。もちろん、未来は次って読みません。でもここではそう読ませているっていうことです。つまり、この場合、小学校の次は、中学校。で、中学校の次は高校。っていう、そういう次であり、次は、つまり、その未来ってことだから、その未来を次って読ませたいっていう作者の気持ちです。で、漫画とかを読んでいても、例えば、本気っていう漢字の横に、カタカナでマジって振ってあるみたいなのがあるんですが、ちょっとそれに似ています。本気っていう漢字は、本気っていう読みが正しくて、マジって読まないんですけど、その作者がそう読ませたいからそう書くってことですね。ただ本気は、マジって意味だから、それはいいと思うんですよ。で、ただ、未来っていうのは、やっぱり次っていう意味ではないし、次とも読まないので、これについては、勘違いしないように気をつけてください。詩を書いた人が、ここは未来という漢字で次って読ませたいっていう気持ちで、使っているだけです。はい。で、話がそれたんですけど、さっきのところ、さよならは悲しい言葉じゃないっていう歌詞もありました。日本の卒業式って泣かせようとしてくるんですよ。だから、さよならは悲しい言葉じゃないってわざわざ言うことで、さよならなんだって
思い出させるんですよ。もう会えないみたいなことを強調しているわけですね。でも、実際そうだと思います。小学校を卒業しても、だいたいみんな同じ中学に行くんで、そこはそんなにさよならって感じでもない気がするんですが、中学を卒業すると、割とみんないろんな高校に分かれます。そうすると前に一緒だった子たちと会う機会も減っていきます。同じ地域に住んでいてもですね。で、その点、うちの高2の息子は、今でも中学の友達と年に1回ぐらい集まったりしています。それから、小中と一緒だった友達とは、時々一緒に10キロ近く走ってます。若くていいなって感じですよね。ただこれから、大学で別の地域に、息子は別の地域に行くと思います。それでそっちで就職したりしたら、ここの友達とはもしかするとだんだん疎遠になっていくのかもしれません。疎遠っていうのは関係が薄いとか遠いってことです。疎遠になるというと、連絡しなくなったり会わなくなるっていうことですね。過ごした日々を腕に抱いて飛び立つよ一人で次の空へ。では次の曲聴いてください。ラッドウィンプスの正解。ああ答えがあるといいばかりを教わってきたよ。そのせいだろうか、僕たちが知りたかったのはいつも正解などまだ銀河にもない。一番大切な君と仲直りの仕方、大好きなあの子の心の振り向かせ方。これはうちの息子が中学の卒業式で歌ったと思います。正解っていうのは正しい答えのことです。歌の最後の歌詞がすごくいいので、ちょっと聞いてください。次の空欄に当てはまる言葉を書き入れなさい。ここでの最後の問い、君のいない明日からの日々を僕はきっと制限時間はあなたのこれからの人生、回答用紙はあなたのこれからの人生、答え合わせの時に私はもういない。だから採点基準はあなたのこれからの人生。よーい始め。この部分の歌詞は日本でテストを受けたことがあればよくありがちな試験問題の形式だとわかります。その試験問題はどんなものかっていうと、大事な友達である君のいない人生をどう生きていくか。それを探すのが問題ですね。で、制限時間はあなたの人生。だから生きている間かけてね、自分の人生を作っていくわけですね。で、回答用紙っていうのは答えを書く紙のこと。だからそれはあなたの生き方であり、で、答え合わせっていうのは答えが合っているかどうか確かめることなんですけど、その時に、私はもういないっていう歌詞なんですけど、この私は突然出てきたから誰だろうって思いますが、私はもういないですよね。で、だから、採点基準は、あなたのこれからの人生。採点基準っていうのは
何が正しくて何が間違っているかとか、この答えだったら 80% とか、そうやって決めてあるのがそのテストの採点基準です。で、だから、自分にすごく影響を与えてくれた友達と道が分かれるけど、これからは自分で自分の人生を決めて作っていくんだよっていうメッセージですね。で、最後の最後の、用意始めは、テストを始めるときによく先生が言う言葉です。だから、もう今から始めようってこと、今から始めなさいってことですよね。卒業して新しい世界に出ていく感じがすごくよく出ていると思います。この歌を作った、ラッドウィンプスは、新海誠監督作品、君の名は、天気の子、すずめの戸締まりなどの曲も作っているので有名かなって思います。では次の卒業式の定番の曲聴いてください。旅立ちの日に。この歌詞はもう直球で、未来は希望にあふれてる、頑張れっていうメッセージを伝えてますね。これもね、どうも聞くと涙が出ちゃうんです。なんて言いながら、私は自分の卒業式では一度も泣いたことがありません。いつももう早くここを卒業して次に行きたいって思ってたんです。あまりなんでしょうね、学校というものが好きじゃなくって、友達を作るのにいつも苦労した覚えがあって、学校にいると疲れたんですよね。なんで卒業するっていうのは、ある意味、せいせいするみたいな感じでした。せいせいするっていうのは、気がかりだったことがなくなって、すっきりするという意味です。だから泣いたりとかはしなかったんですけど、親の立場で卒業式に行くとまたちょっと違うんですね。だから感動的な合唱を聴かされるとうっかり涙が出そうになります。で、その歌だけじゃなくて、その子供たちが一生懸命歌っている姿を見るとうっかり涙が出そうになります。で、そういえば今は卒業式が普通にできるようになったんですけど、コロナの間は卒業式も入学式もありませんでした。うちの上の2人は日本でコロナが広がりだした2020年3月に小学校と中学校を卒業して、4月にそれぞれ中学校、高校に入りました。で、卒業式はすごく短いバージョンで1時間ぐらいの式があったと思います。で、卒業式は体育館でやるんですけど、もうドアも窓も全部開けてやったんですよ。空気を入れ替えるために。だからね、すごく寒かったです。で、卒業式の後3月の下旬からコロナで全国的に学校がお休みになりました。で、それが5月ぐらいまで続いたので、その年の入学式はなかったと思います。はい。では、次はさっきと似たような名前の歌です。ゆずの友、旅立ちの時です。聞いてください。友、今君が見上げる空はどんな色に見えていますか。友、僕たちにできることは限りあるかもしれないけれど。友っていうのは友達のこと。
旅立ちっていうのは旅に立つ、出発っていうことです。友も旅立ちも文学的な詩的な表現です。あまり日常会話では使わないかなと思います。でも歌とかにはよく出てきます。卒業っていうのは旅立ちでもあるわけです。次のステージに進むために卒業するわけなんで。なのでこの旅立ちっていうのは卒業にぴったりの言葉です。で、この旅立ちの時の時は上げて言ってください。ピッチアクセントですね。動詞の後にくっつく時は、今ちょうど私が言ったようにくっつく時はのように上がらないんですけど、時で終わる時は時ってあげてください。旅立ちの時。そうじゃないとなんだか文が続いているように聞こえます。で、こういうピッチアクセントやイントネーション、リズムですね。それから発音を勉強したい方のために私のサブスクコースがありますので、概要欄をチェックしてみてください。また、私に発音を、マンツーマンでレッスンで習いたい方はサブスクコースのプレミアムプランに、入ってくださっている方たちに、教えているのでご検討ください。では最後の曲です。アンジェラ・アキさんの手紙背景15の君への合唱バージョンです。何を言っているのか聞いてみてください。タイトルは手紙背景15の君へなんですが、背景っていうのはここではバックグラウンドという意味での背景ではなくて手紙の書き出しです。きちんとした手紙は背景で始めます。これは謹んで申し上げますという意味だそうです。へりくだって自分の立場を下にして言う感じですね。ただ今は背景もこんにちはみたいな挨拶の一種なので意味は考えないで書いていると思います。こんにちはのこんにちって今日って意味ですよね。で、こんにちはっていうのはもともとはこんにちはいいお天気ですねというようなその文の最初の部分です。でも今はその意味を考えずに人に会ったからこんにちはって挨拶します。それと一緒でちゃんとした手紙を書くときは意味は考えないで背景で始めます。ただこの形式で手紙を書くことはもしかしたら私の人生で今後もうないかなっていう気もしています。仕事の時は使ってたんです。例えばなんか大事な相手ですねにこう何か物を送る時とかにちょっとした手紙を添えるんですね。で、そこに背景で始めた手紙を添えてたんですけど、個人的な知り合いで背景って始めることがないような気がするんですよね。で、とにかくですね、背景ってあると、なんか手紙、誰かに宛てた、かしこまった手紙という感じがします。で、この歌は、15歳のあなたへのメッセージです。で、これは歌を作った、シンガーソングライターのアンジェラ・アキさんが17歳の時に
30歳の自分に当てて書いたものが元になっているそうです。で、それをすっかり忘れていた30歳の誕生日にお母さんが送ってくれたんだそうです。で、それを15歳にアレンジして、アンジェラ・アキさんが合唱用に作った曲です。で、歌の最初は15歳の子がもう今が苦しいって未来の自分に言ってるんですよね。で、それに応えて30歳のアンジェラさんがその時の自分に当てた言葉が続きます。負けないで、泣かないで、消えてしまいそうな時は自分の声を信じ歩けばいいのって言うんですよ。で、この歌の最後は、背景、この手紙読んでいるあなたが幸せなことを願います。で終わります。これは15歳の子が言ってるんでしょうか？ 30 歳の人が言ってるんでしょうか？どっちでしょうね。私は両方が言ってるのかな。まあどっちかって言ったら30歳の人が言ってる気がするんですけど、両方の思いだと思うんですよね。15歳で辛い時、30歳の自分も辛かったら嫌じゃないですか。だから、幸せでいてほしいって思いますよね。で、30歳の人からしたら、30歳になると、やっぱね、視野が広がるじゃないですか。15歳の時より。もう広い目で物事を見られるようになる。例えば15歳の時は、例えば学校の自分の近い周りの世界が全てだった。そこでうまくいかないと、もう人生が終わりみたいな気がしてたけど、30歳になってみたら、もっと違う世界があったとかね、あるじゃないですか。わかるじゃないですか。だからどんどん生きるのは、私は年を取るごとに楽になっていくと思うんですけど、それをね、15歳の子に言っても、やっぱその時辛いとね、やっぱ辛いと思うんです。それでも幸せでいてほしいなって思うじゃないですか。っていう願いを込めた、最後のフレーズですね。と思ったんですが、ここ改めて考えてみると、この部分は歌を聴いている私たちの幸せを願ってくれてるんだなって思います。だからね、この歌の歌詞は心に響くのかなって。私の幸せを願ってくれてる歌なんだなって、歌なんじゃないかなっていうふうに思い直しました。いい歌ですね。そう。で、卒業式で歌う曲は、こういうわかりやすいメッセージが入っているものが多いです。基本的にはね、頑張れとか大丈夫って励ます、前向きなメッセージですね。だから、歌詞も割とわかりやすいものが多いと思うので、もし興味のある曲があったら、検索して、調べてみてください。歌詞をね、見てみてください。もしわからない部分があったら、コメントでこの歌のこの歌詞のこの部分がわからない。どうわからないかも、できれば書いてくれたら、私のわかる範囲で考えてみたいと思います。で、あともっとね、卒業の定番ソングってまだまだあるんですよ。で、そういうのをもっと聞きたい人は、YouTube などで卒業合唱って検索してみてください。他にももっといろいろ出てくると思います。あと、それで検索すると、卒業式の実際の合唱の映像が出てくるので、具体的にどんな感じかがわかると思います。そう、今回その実際の合唱を音源で使わなかったのは、やっぱちょっと音が悪かったんで、どうしても綺麗な音のものを使ったんですけど、実際のね、卒業式はもっとざわざわしてたりとか、
もうすすり泣きがね、聞こえたりとかね、いろいろですからね。あとね、やっぱり一生懸命歌ってる子たちが多い合唱は感動するし、そうでもない時もありますからね、あんまり声が聞こえないなっていう合唱もあったり、本当にいろいろです。はい。では最後に森山直太朗の、桜という歌を聴きながらお別れしましょう。僕らはきっと待ってる君とまた会える日々をとですね、これもいい曲なんですよ。桜は皆さんご存知ですよね。花の名前です。で、桜っていうとね、やっぱなんとなく卒業式と結びついている花なんです。で、その辺については今度の桜の季節にこの桜の曲とともにお話ししたいと思うんですが、皆さん今回のエピソードのような音楽を聴きながらお話を聞くスタイルはどうでしたか？皆さんが気に入ってくれるようだったらまた折を見てやりたいと思います。YouTube を始めたばっかりの頃、バックグラウンドに音楽を入れてたんですけど、音楽がうるさくて日本語が聞けないっていうコメントが多かったんで、今は基本的には音楽は使っていません。で、ただたまにはこうやって音楽を使ってやるのも面白いなって思って、どうなんだろうっていうご意見を聞きたいです。ただこういう著作権のある音楽を使うと、収益化ができないので、毎回はできないんですけど、皆さんの意見を、聞かせてもらえると嬉しいです。はい。では今日はここまでです。また次のエピソードでお会いしましょう。良い一日をお過ごしください。